どうも、チャンネルレトロキッズへようこそ。鉄オキッズです。さあ、このチャンネルではいろんな電子ゲーム LSI ゲームをご紹介してまいりましたが、今回はその中でもパックマン。パックマンといえばいろんなメーカーさんがパックマンのようなパックマンじゃないゲームを出しておりました。というわけで今回のテーマはパクられすぎだろパックマン。それではレトロキッズスタート。レトロキッズ。パックマンは1980年にナムコから発売されたアーケードゲーム。切り分ける途中のピザのようなシンプルなキャラクターデザインと、モンスターを避けながら画面上の餌を全て食べるとクリアという分かりやすいゲーム性で瞬く間に大ヒット。ナムコを代表する看板ゲームの一つとなりました。しかし時はまだ1980年。初代ファミコンの登場ですら1983年ですから、この時まだ家庭用のテレビゲーム機っていうのはそんなに普及していませんでした。そんな頃僕らが主にプレイしていたのが LSI ゲーム。もちろん大人気のパックマンもすぐに LSI ゲームとして移植されました。しかしまだビデオゲームの版権というのが今ほどしっかりと確立されていない時代。いろんなおもちゃメーカーさんがパックマンみたいなゲームを出してましたね。ゲーム史上こんなにパクられたゲームは他にないんじゃないでしょうか。というわけで今回は当時みんなが遊んだパックマン的ゲーム、その代表的ないくつかをご紹介していきたいと思います。まずはこちら。1981年発売、トミーの LSI ゲームパックマン。こちら唯一ナムコさんの版権許諾を得た正規の LSI パックマン。このパックマンはパクリではないんですよ。その証拠にちゃんとパックマンのロゴが入っております。パックマンの綴りが今とは違うんですが、これは偽物というわけではないんですよ。実はパックマンね、表記が途中で変わったんですよね。これなんでかっていうと、パックマンは当時アメリカでも大ヒットしたんですが、パックマンのこのパックの部分、これがね、アメリカではね、非常に言っちゃいけない言葉に近かったんですよ。だからこのパックマンの P の部分を F にされちゃういたずらが流行ったらしくて、今のような PAC マンという綴りに変わったらしいです。ちなみにこのトミーの LSI パックマンも後期型のものは新しいロゴに変更されております。このトミーのパックマンは非常に売れましたね。確か70万台ぐらい売れたんじゃなかったでしょうか。パックマンをイメージした黄色い丸型の本体デザイン、これがいいですよね。さあ、電源は電池もしくは専用のアダプター。それでは電源を入れてみましょう。どうですか、わかりました？そう、電源を入れた時の音がね、アーケードのパックマンの曲なんですよ。これは正規のパックマンだからこそできるゲート。さあ、見えますかね？右下にいるのがパックマン。これは仕様なのか劣化なのかよくわからないんですが、ちょっと色が薄い。そしてアーケード版ではモンスターにはいろんな種類がいて、それぞれ動きに特徴があったんですが、そこまでは再現されておりません。それではちょっとプレイをしてみましょう。もう始まってますね。これ見てわかります？実はこのトミーのパックマンちょっと変わってるのが、常に左を向いてるんですね。だから餌を食べるときは右から左に動くときしか食べれないんです。だから右にある餌を食べるときは一旦右に通り過ぎて左に動く。そうしないと食べれない。これちょっと変わった仕組み。この星型の小さいのがパワー餌ですね。これを食べると敵を倒すことができます。ボーナスのフルーツも再現されておりますが、取る前にやられてしまった。いや、よくできてますね。動きは結構スムーズです。ただほんと餌をね、右から左に動くときしか食べれないっていうの、これがちょっと操作しづらいかな。難易度は2段階。
設定できます。やられた。音量はちょっと大きめで、一定ですね。音量の調節はできません。やられてしまった。これでゲームオーバー。さあ、トミーの LSI パックマン、さすがに正規品だけあってよくできてますね。今遊んでみても十分面白い。続いてはこちら、バンダイさんの FL パックリモンスター。いわゆるパックマンのパクリ系ゲームなんですが、もうタイトルがパックリモンスターですからね。こちらも1981年の発売。それにしてもデザインがいかにも80年代メカといった感じでめちゃくちゃかっこいい。一見メカメカしいんですが、よくよく見るとボタンはめちゃくちゃ少なくてとてもシンプルな作り。ただパックマンの操作がスティック方式なのはテンション上がります。それでは電源を入れてみましょう。パックマンは丸型で正面を向いてる感じ。それではゲームをプレイしてみましょう。レバーを倒すとそっちにまっすぐ進みます。一歩ずつじゃなくてね、倒した方向にずっと進み続ける感じです。はい、これで一面クリア。ワープなどもしっかり再現されてて、これもまた素晴らしい出来ですね。ただスティックを入力するとそっちの方向にずっと進み続けるという操作性、ここがちょっと慣れるまで難しく感じるかもしれないですね。ただすごいのが、モンスターとパックマンの追いかけっこのデモ、あれが再現されてるんですよね。この追いかけっこデモが再現されているというのは LSI ゲームのパックマンとしてはかなり珍しいんじゃないでしょうか。さあ続いてはこれ、エポック社のパクパクマン。いやー、これはやり込んだ。いや、いいですね。ゲーム自体はパックマンからパクリ、そしてロゴの字の漢字はウォークマンからパクリ、まさにパクパクマン。この箱の感じもいかにも80年代って感じでいいですよね。さあボディはこんな感じ。その形を見ればわかると思いますが、以前ご紹介したモンスターパニックやオイルギャングと同じシリーズですね。ただこの本体の色、白だっけ、緑だったような記憶があるよっていう人もいるんじゃないかなと思います。その緑のやつはパクパクマン2。2とは言っても実は1と全く同じゲームなんですけどね。パクパクマン1が1981年、そして2が1982年の発売。2は1の廉価版ですね。ちょっと安くなってたと思います。そしておそらくこのパクパクマンがパクリ系パックマンの中で一番売れたんじゃないでしょうかね。っていうか本家のトミーの LSI パックマンよりもめちゃくちゃ売れたはずです。噂では確か300万台ぐらい売れたんじゃなかったかな。画面は液晶タイプ。パックマン系のゲームとしては珍しく口だけではなくて目もついてます。そしてこちらもパワー餌は星型なんですが、他の餌がフルーツになっております。それではこちらもプレイしていきましょう。
いやー、やられてしまいました。いやでも本当に面白いな。正直めっちゃ売れたのわかる。なんかね、ゲームのテンポがめちゃくちゃいいんですよ。まあめちゃくちゃ売れただけあって、今でも中古市場で結構見かけますんで、ぜひ一度遊んでみてほしいゲーム。さあお次は学研のパックモンスター。1981年の発売。黄色のボディがいかにもパックマン。ただこちら主人公の名前はパックマンではなくパックボーイ。パックモンスターの文字の C と O の部分がパックボーイになってるのもおしゃれですね。操作はスティック式で、画面もアーケードと同じ縦長なので移植度としてはかなり完成度が高い。電源はアダプターでも電池でも遊べるんですが、電池の場合は単に電池4本。正直めちゃくちゃ重たい。ゲーム1とゲーム2選択することによって難易度の調節ができます。さあこの学研さんのパックモンスターかなり人気だったので、当時遊んだことあるよって人も多いんじゃないでしょうかね。それでは電源を入れてみましょう。ちょっと分かりにくいですが、点滅しているのがパワー餌ですね。ちょっとレバーの反応があまり良くない。捕まった。はい、一面クリア。まあ面をクリアするごとに敵のスピードが上がったり敵の数が増えたりします。残念、ゲームオーバー。まあ劣化のせいもあると思うんですが、操作性は若干良くないですね。でも全体的にゲームの完成度としてはかなり高いんじゃないでしょうか。ただこの動画を見て探して買ってみようっていう人もいるかもしれないんで、もう一度だけ注意喚起しときますね。もう電池入れたら本当重たいよ。中古で買うなら絶対アダプターがついてるやつの方がいいよ。さあお次は学研さんのスーパーパックモンスター。やっぱりパックモンスターかなり人気だったんですね。続編が出ておりました。パックモンスターの方は1981年の発売でしたが、スーパーパックモンスターは1982年の発売。そして箱から出すとこれ、まるでゲームセンターにやってきたかのような迫力ある筐体。これはテンションが上がります。見た目だけじゃなくゲーム自体もかなり進化してます。まずは通常の1人用のプレイ、そして2人で得点を競い合う対戦プレイ、さらにイート&ランという特殊なルールでのゲーム、この3つのモードを楽しむことができます。電源の方は普通のパックモンスターと同じくアダプターか単2電池4本。また出ました単2電池4本。しかしこのスーパーパックモンスターの方は基本的に置いたままプレイをするので、そんなに重さの方は気にならないのかなと思います。それでは電源を入れて、まずはデモ画面から見ていきましょう。いや、なかなか動きもテンポ良さそうですね。あとパワー餌が赤色になったことによって非常に見やすくなりました。いや、パックモンスターもかなりクオリティ高かったんですが、スーパーパックモンスターになってさらに進化しました。それでは続いて通常の1人用プレイをやってみましょう。
ゲームオーバー。いや、これまでのやつで一番アーケードゲーム感がありますね。続いて2人用のモード。すごい、2人同時プレイだ。いや、2人用モード、得点を競い合うって書いてあったんで、2人交互にプレイするのかと思ったら、まさかの2人同時プレイ。これは友達とやったらめちゃくちゃ盛り上がりますね。さあ、最後はイート&ランモード。さあ、4つのパワー餌を全て食べて本拠地に戻ればクリアっていう単純なゲームですね。このスーパーパックモンスター、今日ご紹介した中では最高発だけあってクオリティの高さが頭一つ抜けてますね。まあゲームとしても面白いんですが、ビジュアル的にも非常にかっこいいのでインテリアとして飾っておいてもいいですね。さあ、というわけで見ていただきました。いかがだったでしょうか。まあね、パックモンスターだったりトミーのパックマンみたいなああいう大きいやつはね、なかなか買ってもらえなかったんで、本当にね、私はパクマンばっかりやり倒してましたね。でもね、今でもやっぱりパクマンが結局一番好き。もうポケットに入れて持ち歩けるし、あとゲームバランスもいいし、ゲームのテンポもいいし、非常によくできたゲーム。まあこんなにいろんなメーカーさんにパクられたパックマンなんですが、まあ訴訟問題まで発展したのは、私はこの FL パックリモンスターぐらいしか知らないんですけれども、他にもあったんでしょうかね。まあそんな揉めちゃったバンダイさんとナムコさんが提携してバンダイナムコゲームズとして一緒にゲーム作ってるっていうのもちょっと面白いですよね。まあそんな感じで今回はパックマン系ゲームの代表的な5つをご紹介したんですが、皆さんのやったことあるゲームは登場したかな。あったわー、持ってたわーとか言って懐かしんでくれたら嬉しいです。といったところで今回の動画は以上でございます。楽しかったよって人はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな明日もお仕事頑張ってね。おい。